今回はフライパンで簡単にできる蒸し栗の作り方をご紹介します。鬼皮も渋皮も比較的きれいに剥けますので、そのままの栗を楽しみたい方にはとてもおすすめです。早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。栗は購入したら常温に放置せず、すぐに冷蔵保存しましょう。常温に放置してしまうと栗が呼吸することで糖をどんどん消費してしまいます。栗を5倍甘くする方法はこちらの動画で解説しています。概要欄にリンクを記載しておきますので、よろしければぜひご覧になってくださいね。まず栗はきれいに洗いましょう。水を入れたボウルに栗を入れるとこんな感じで浮いてくる栗があります。これは虫食いにあった可能性が高い栗です。虫に食われると中身が軽くなってプカプカ浮いてくるんですよ。そんな栗を見つけたら捨ててしまいましょう。栗は意外と汚れているのでしっかり洗います。洗い終わったらお湯を沸かした鍋の中に栗を入れます。こうすることですぐに皮が柔らかくなり、この後作業しやすくなりますよ。これから栗に切り込みを入れていきますが、やけどと怪我防止のため軍手をつけて作業していきます。栗の平らな面を下にして包丁で栗に切り込みを入れます。この時鬼皮の内側の渋皮までしっかり切り込みが入るようにしましょう。身までざっくり切ってしまうと調理の過程で栗が割れてしまうことがあります。難しいですが切り込みは渋皮までに留めておきましょう。包丁をノコギリのように動かすというよりは押し付けるようにするとやりやすいです。人差し指と親指でつまむようにして栗を固定すると安定します。あと簡単に切り込みを入れるには切れ味のいい包丁を使うのもポイントです。切れ味の悪い包丁を使うとツルツル滑って危険でした。すべて切り込みを入れたらフライパンに重ならないように並べます。栗の半分まで水を加えましょう。ここでお塩を入れます。お塩を入れると甘みが引き立ちますが、何か別のお料理に使う予定がある場合は入れなくても構いません。蓋をして火にかけたら強火と中火の間で煮ていきます。しばらくすると水分がなくなります。そしたら再度半分くらいまで水を入れましょう。この後も水がなくなったらその都度足してください。今回使用した栗は L から LL サイズ、1粒 35g ほどの大きい栗です。
この大きさの栗で合計30分ほど煮ました。小さい栗の場合は20分ほどでいいかもしれません。30分ほど蒸し、最後水気がなくなったら火を止めます。こんな感じに蒸し上がりました。念のため中まで火が通っているか確認してみてください。柔らかそうです。この栗は自ら皮を突き破り出てきてくれました。渋皮も鬼皮もきれいに剥けました。これは切り込みを入れすぎてパックリ割れてしまった栗。切り込みが浅いと開かない栗や切り込みが入っていても開かないものもありました。栗によって個体差があるようです。栗が触れるくらいまで冷めたら皮を剥きます。冷めれば冷めるほど剥きづらくなるので、なるべく熱いうちに剥きましょう。これはきれいにスポッと取れてくれました。ちょっと割れてしまいましたが、渋皮まできれいに剥けてくれました。身がホクホクで柔らかくなっているので、どうしても割れやすいです。蒸し栗としてそのまま食べる場合は崩れても問題ないと思いますが、半分は栗ご飯に使いたい時などは切れ目が開いたくらいで取り出せばまだ中が固めの状態なので、比較的きれいな形のまま剥けるかもしれません。きれいに剥けるものも多いですが、剥けない栗もあります。栗ご飯やマロングラッセなどのために崩れることなくきれいに剥きたいという方は、こちらの動画でご紹介している剥き方がおすすめです。概要欄にリンクを記載しておきますので、よろしければお時間ある時にでもぜひご覧ください。冷めてくるとだんだん皮が剥きづらくなってくるので、フライパンに入れもう一度温めましょう。剥きやすさ復活。ペロッと剥けて気持ちいいです。今回の蒸し栗のポイントをまとめると、渋皮に到達するまでしっかり切り込みを入れる、お塩を入れて甘みを引き立てる、中強火で一気に加熱する、熱いうちに皮を剥いて冷めて剥きづらくなったらまた温める。この4つのポイントを押さえれば簡単に皮が剥けてホクホクの美味しい蒸し栗が楽しめますよ。崩れてしまった栗も活用できるレシピは概要欄に記載しています。今の時期しか楽しめない栗は栄養価がとても高いです。栗のでんぷんは稲作や麦作と違い気丈で実るので、非常に浄化された貴重なでんぷん質の一つなんです。
芋類と比較してもでんぷんの粒子がとても細かいので消化吸収が良く、疲労回復、滋養強壮にも最適。栄養素が高いからこそ外敵から身を守るために頑丈なイガイガで身を固めているんですね。自然な甘みが美味しい蒸し栗。ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。